掘らなかったのだ。それなのに3000年以上眠っていた巨大構造物が砂漠の地中から姿を現したのだ。ちょっと待って、掘らずに地中の構造物がわかるってどういうこと？ X 線でも当てたの？今日話すのはエジプトで起きた考古学史上最大級の発見の話なのだ。衛星リモートセンシングと AI を組み合わせた新技術がピラミッドの周辺に眠る未知の巨大構造物を暴き出したのだ。そしてこれは日本の大学研究費や海外旅行市場にも静かに波紋を広げているのだ。今日はその全貌を明かすのだ。そもそもエジプトの考古学発掘って今まで普通にシャベルで掘ってたわけでしょ？それで何千年も研究してきたのになぜ今まで見つからなかったのかしら？実はエジプト考古学には長年呪いがあったのだ。その呪いとは掘れる場所が限られるという問題なのだ。ピザ高原だけで面積は約22平方キロメートル、東京ドーム約470個分なのだ。全部手掘りで探索しようとすると文字通り何百年かかるかわからないのだ。しかも掘ること自体が破壊なのだ。考古学の世界では発掘は壊すことと言われている。土器のかけら一つでもどの地層にあったかという情報は二度と取り戻せないのだ。だから慎重にならざるを得ず、広大なエリアを網羅的に調査するのは不可能だったのだ。確かに遺跡を壊しながら発掘するって矛盾してるわよね。研究のために歴史を消してしまうわけだから、それが何百年も続いてきたってことは見逃してきたものがたくさんあるんじゃないかしら。その通りなのだ。実際20世紀に発掘されたツタンカーメン王墓でさえ発見当時にかなりのものが破損したという記録があるのだ。それほど繊細な作業なのに広さは東京ドーム470個分。これが考古学のジレンマだったのだ。でもここに来てそのジレンマを一気に解消する技術が登場したのだ。その技術の名前は衛星リモートセンシングと AI 画像解析の組み合わせなのだ。宇宙から撮影した赤外線マイクロ波レーダー画像を AI が処理することで地面の下位置2メートルにある構造物の輪郭を浮かび上がらせることができるのだ。宇宙から地面の下が見えるの？なんでそんなことが可能なのかしら？砂って電波を通すわけ？乾燥した砂はマイクロ波を透過するのだ。エジプトの砂漠は世界で最も乾燥した環境の一つで水分がほぼゼロなのだ。例えて言うなら砂は乾いたスポンジみたいなものでレーダー波をほぼ素通りさせてしまうのだ。でも地中に石造りの壁や空洞があるとそこで電波が跳ね返る。その跳ね返り方の差を AI が実化するのだ。つまり砂漠がレーダーにとって透明なガラスみたいなものってことよね。その下にある石が初めて見えるわけで、これって病院の MRI と発想が似てるじゃない。体を切らずに内部構造を見るみたいな。 MRI の例え完璧なのだ。まさに地球の MRI と呼ぶ研究者もいるのだ。そしてここに AI が入ると何が変わるかというと処理速度が桁違いになるのだ。人間の研究者が衛星画像を一枚一枚チェックしていたら数十年かかる作業を AI は数時間で終わらせてしまうのだ。今回の発見で AI が検出したのは地下に整然と並ぶ複数の部屋状構造物とそれをつなぐ通路のような形状なのだ。規模から推測するとこれはおそらく神殿か宮殿の一部でファラオ時代の行政センターだった可能性があるのだ。発掘なしにここまでわかるのは考古学史上で前例がないのだ。ちょっと待って、それ逆じゃない？発掘しないで神殿の可能性って断言できるの？地形の自然な凹凸とどうやって区別してるのかしら？私それが一番気になるんだけど。鋭い問いなのだ。実は AI は過去に発掘済みで答え合わせができる数百箇所のデータで訓練されているのだ。自然の岩盤と人工的な石造建築ではレーダー反射のパターンが統計的に明確に違う。 AI はその違いを学習して判断しているのだ。正解率は現時点で約 83% と報告されているのだ。 83% って意外と低くない？残り 17% は誤検出ってことでしょ。それで世紀の大発見って言っていいのかしら？私はこの技術を過信するのは危険だと思うのよ。最終的には人間の現地確認が絶対必要よね。それはその通りなのだ。だから今回の研究チームもこれはスキャンであって発掘ではないと明言しているのだ。技術の役割は無限の砂漠の中からここを掘れと優先順位をつけること。作業量を何千分の1に絞り込めるのだ。そして実際に現地チームが小規模な試掘をした結果 AI の予測と 90% 以上一致したと報告されているのだ。そしてここで重要な問いが出てくるのだ。もし同じ技術を世界の他の遺跡地帯、メキシコのマヤ、カンボジアのアンコール、日本の古墳群に適用したら一体何が出てくるのか。実は日本の研究機関もすでに動き始めているのだ。その話と
日本人の生活への影響、後で詳しく話すのだ。ここまでをまとめると、エジプトで衛星レーダーと AI を組み合わせた非破壊探査技術が地下の巨大建造物を発見したのだ。砂漠がレーダーを透過する特性を生かし、AI が膨大な衛星画像を解析。従来の数十年分の作業を数時間で完了させ、予測精度は 90% 以上なのだ。では日本への影響を考えるのだ。まず学術、研究費の話なのだ。日本の大学では毎年文部科学省から考古学、歴史学分野に約300億円の研究費が配分されているのだ。その中で海外遺跡調査費は1件あたり平均500万、2000万円かかっていたのだ。衛星 AI スキャンなら同じ面積の調査が従来の10分の1以下のコストで可能になるのだ。研究費が10分の1になるってことは、今まで予算不足で諦めてた調査が一気にできるようになるわね。日本国内の古墳だって、宮内庁管轄で立ち入り禁止の場所がたくさんあるじゃない。あの古墳に宇宙からスキャンを当てたら何が出てくるのかしら。実はすでに奈良文化財研究所と早稲田大学の共同チームが、2025年から箸墓古墳周辺エリアへの応用研究を始めているのだ。宮内庁管轄の内部には入れないが、衛星からのスキャンは法律上、立ち入り、見当たらないのだ。これが通ると、日本の古代史が塗り替わる可能性があるのだ。それはすごい話だわ。邪馬台国の所在地論争も、これで決着がつくかもしれないじゃない。日本の歴史学者が何十年も喧嘩してきた問題が、宇宙からの技術で解決するって、なんか皮肉よね。もう一つの影響は観光、旅行費なのだ。エジプト観光庁のデータでは、新たな発見が報じられた翌年にエジプトへの観光客数は平均25% 増加する傾向があるのだ。今回の発見が本格化すれば、日本からのエジプト旅行需要も高まる可能性がある。成田、カイロの往復チケット、現在は平均12万円、15万円だが、需要増で値上がりする可能性もあるのだ。さらに深い話をするのだ。この技術は、歴史の民主化とも呼べる変化を起こしているのだ。これまで大規模発掘ができたのは、大国の資金力を持つ研究機関だけだったのだ。アメリカ、イギリス、フランスが150年にわたってエジプト考古学を独占してきた構造があるのだ。衛星 AI スキャンはその資金ゲームを崩す可能性があるのだ。冒頭で、一切掘らなかったのに3000年の構造物が見つかった、と言ったのだ。これが何を意味するか、もうわかるのだ。掘るという行為が、必要悪、だった時代が終わりつつあるのだ。歴史の記録を壊すことなく読み取れる技術。これは人類の知的探求の方法論が根本から変わる瞬間なのだ。僕の正直な見立てを言うのだ。1ヶ月後、研究チームが詳細な発掘計画を発表するはずなのだ。3ヶ月後、最初の試掘結果が出て、建造物の年代が判明する可能性がある。半年後、もしここがファラオの行政センターと確認されれば、エジプト政府が世界遺産の拡張申請を出すのだ。そのタイミングで観光ブームが来る可能性があるのだ。個人的に一番気になるのは、この技術が今後どこに向かうかよ。エジプトだけじゃなく、アマゾンの密林の下、シベリアの永久凍土の下、日本の古墳の下、全部スキャンし始めたら、人類の歴史の教科書が一気に書き換わるわね。ちょっとワクワクするような、怖いような、複雑な気持ちだわ。今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。3000なのだ。3000年間、砂の下に眠り続け、誰にも気づかれなかった建造物が、今や宇宙から見える時代になったのだ。あなたが将来エジプトに旅行に行く頃には、今日発見された場所が観光地になっているかもしれないのだ。コメントで教えてほしいのだ。もしこの技術で一つだけ謎を解けるとしたら、あなたはどこを調べてほしいのだ？今日の話はここまでなのだ。チャンネル登録と高評価ボタン押してもらえると嬉しいのだ。次回は AI 技術が変える日本の農業について話すのだ。衛星と同じく宇宙からノッチをスキャンして収穫量を予測する技術が食費に直結する話なのだ。お楽しみになのだ。